本日はキノコと長天のバター醤油炒めをやってきます。では、材料の方を説明していきます。まずこちら長天ですね。こちら2枚約 150g あります。で、えのきですね 70g、舞茸 70g、椎茸ですね、こちら3個です。約 70g ですね。で、しめじですね 70g で、生姜なんですけど、これ生の生姜使ってもらってもいいし、それからおろしたね、おろし生姜でもチューブでも何でもいいです。はい、こちら適量使います。で、こちらね、バターです。10g あります。あと、カツオの顆粒だしですね。こちら 10g あります。で、濃口醤油。こちらね、5ml から 10ml あるんですけども、お好みでね、醤油の代わりはね、つけていきます。では、作っていきます。はい。ではね、材料の方ね、切っていきます。まず、えのきですね。えのき、この芯の方ですね、こうばらしてもらって、これはもうね、2つに切ります。もうこれで OK です。はい。続いてですね、舞茸です。舞茸はね、もうここを食べれますので、もうこうやってね、手でちぎります。はい。こんな感じにね、手でちぎってもらってね、これで OK です。はい。続いてですね、椎茸です。椎茸はちょっと石突きのところね、取ります。そのままね、スライスしていきます。で、これぐらいのね、約ね、5ミリ程度かな、ぐらいの、厚さにね、切っていきます。あんまりね、細く切りすぎると、椎茸のね、食感がね、なくなってしまいますので、5ミリぐらいね、の幅でいいと思います。続いてですね、しめじをいきます。しめじはですね、ちょっとここ、石突きのとこですね、ちょっと砂噛んでたりしますので、ここね、ちょっとだけ取ります。あとはね、手でこうやってね、ばらしていきます。はい、こういう感じでね、1個ずつばらしていきます。はい、ばらけたらね、これで OK です。最後にですね、長天です。こう半分にしてもらって、椎茸とね、同じぐらいの大きさですね。5ミリ程度にこう、細切りまではいきませんが、これぐらいにね、カットしてください。食感とですね、あと醤油のですね、辛みがね、良くなりますんでね。こんな感じで。はい、こんな感じになりました。これで材料の方切れましたんでね、今からね、炒めていきます。最後にね、生姜の方、いきます。こちら、皮ごとね、もう使っちゃいます。細く切ってもらいまして、こんな感じにね、します。細切りですね。はい、今日はね、これぐらい使います。そうだな、2g から 3g ぐらいですかね。はい。ではね、作っていきます。まず火をつけます。で、サラダ油ですね。こちら適量です。しめじですね。もう全部キノコを入れていきます。はい。椎茸もいきます。えのきだけはね、最後に入れますね。こちら柔らかいので、すぐね、火通っちゃいます。なので、最後にいきますね。はい。こんな感じにね、今、音がね、鳴ってきました。で、椎茸とかですね、しめじとかキノコ類ってね、油をたくさん吸います。なので、もし仮にですね、こう炒めてる間にですね、油がなくなってきたら、ちょっとね、足してもらっても構わないと思います。
火が通ったらですね、どうなるかというとですね、柔らかくなってね、半透明になってきます。なのでね、今こうやって椎茸なんか真っ白ですけども、透明感のあるね、あれになってきます。透明にね、なったらね、だいたい火が入っております。で、この時点で、火を中火に落としてもらいまして、えのきを入れます。はい。でね、えのきを入れたら、次にね、長天ですね。長天入れます。ここで、生姜ですね。これワンポイントでね、意外とね、生姜を入れるとね、美味しいです。はい。で、えのきなんかをもうね、すぐ火通っちゃいますので、はい。この時点でね、顆粒だしで、ちょっと多いようですけど、これぐらいね、入れてもらった方がね、カツオの香りがして、すごく美味しくなります。はい。ここでね、軽く塩コショウです。結構ね、こうやってね、水分が出てくるんですよ。はい。なのでね、あんまりね、油を入れすぎるとですね、ちょっとね、水がね、多く出ちゃいますので、先ほどのね、軽く入れたぐらいでちょうどいいと思います。ここでですね、ここまで来たら、火を一回切ります。で、バターを入れます。余熱で一旦火を通します。これ、なんでそうするかというとですね、バターの香りがですね、なくなっちゃうんですよ。なので、こうやってね、余熱でね、どんどん溶かしていきます。だいぶね、溶けてきました。これでね、ある程度バターの方が溶けました。ここでね、もう一回ね、火をつけます。で、次にですね、フライパンをですね、向こうに傾けてもらって、で、具材を手前に落とします。この状態で醤油をね、垂らします。沸いてきました。沸いてきたら混ぜます。そうすることによってですね、醤油の香りがですね、すごくいい香りになります。で、バターの香りと合わさってですね、めちゃくちゃ美味しい、炒め物がね、できます。これでね、完成です。では、盛り付けていきます。これはね、ほんとね、ご飯のおかずね、ぴったりです。ちょっとね、長天がね、塩分ありますのでね、ちょっと辛いかなと思いますけどね、白いご飯の上にね、乗せてもらってね、食べたら、ほんと美味しいんでね、食べてみてください。やってみてください。これでね、完成になります。本日は、キノコと長天のバター醤油炒めを作り方をご紹介いたしました。ご飯のおかずにぴったりっていう感じのですね、ご飯のお供みたいな感じでね、ちょっと作りました。醤油なんですけども、お好みでね、薄い人、濃い人、いろいろあると思うんで、そこら辺はね、自分なりに調節してもらってね、やっていただければと思います。最後になりましたが、料理のご質問のある方はコメント欄からお願いします。また励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回お会いしましょう。